こんにちは、月島です。今回は実機の VU メーターを購入しましたので、開封レビューをして設置や設定をしていきたいと思います。私にとってはミックスをするときに VU メーターはマストアイテムです。今まではプラグインを使用していましたが、実機を導入できるので嬉しいです。目次です。開封と内容物の確認、本体各部の確認と主な仕様、設置してみる、VU メーターの設定をする、最後にまとめと次回予告です。VU メーター本体 AC アダプター取扱説明書と保証書です。正面には VU メーターが L と R で装備されています。その下の中央部分にアテネーターのつまみがあります。0dB からマイナス15デシベルまで3デシベル刻みで選択することができます。私がこのフォレノという VU メーターを購入した一番の理由は、このアテネーターつまみが本体正面に装備されていてすぐに操作できるからです。私はミックスバランスを取るときとマスタリング、音圧上げの時で2つの基準を必要としていますので、手元で切り替えがしやすいのはとても助かります。基準についてのお話はまた後でします。左側には電源ボタンと AC アダプター用端子があります。右側は入力端子とスルーアウトプット端子です。スルーアウトプットの先にスピーカーを接続することができますが、その場合は VU メーターとスピーカーの間にボリュームコントローラーを挟まないとスピーカーの音量の調節が難しいです。オーディオインターフェースの出力端子に余分がある場合は VU メーター専用を設けた方が良いです。私の場合は Fireface UCX2 の5、6番のアウトプットが空いていますので、そこを VU メーター専用として使用します。そして入力微調整用のキャリブレーションです。R と L でそれぞれ独立して操作ができます。キャリブレーションは自分の必要な基準に VU メーターの針を合わせるためにとても重要な装備です。メーターの横の部分は木のパーツが取り付けられています。高級感があって良いと思います。底面にはゴム足が4つ装備されています。幅 221mm、高さ 93mm、奥行き 105mm です。本体の重さは約 1370g。電源アダプターは 130g です。ケーブルを接続してアダプターをつなぎました。電源を入れてみたいと思います。オレンジ色のライトが光ります。基準値の設定と動画の収録が終わった後はラックの中に収納する予定です。ここで基本的なお話ですが、VU メーターの基準の取り方や楽曲のミックスの仕方は自由です。たくさんの方法がありますので、私の設定している2つの数値はあくまで参考程度にご覧ください。私がミックスバランスを取る時の基準はマイナス18デシベルの音を出した時に VU メーターが0デシベルを指すように設定しています。音を出してみます。これで私の基準としている設定ができている形になります。こうなるように本体裏にあるキャリブレーションのネジをドライバーで回して調節します。
ここで Fireface UCX2 を使用した設定方法を見ていきたいと思います。VU メーターのアテネーターを 0dB にセットします。トータルミックス FX で VU メーターに接続したアウトプットのフェーダーを 0dB に上げます。そしてオーディオインターフェースの出力をプラス 19dBu に変更します。次にトーンジェネレーターというプラグインで周波数を 1kHz に設定し、出力を -18dB にします。トーンジェネレーターから音を出します。VU メーターの針が 0dB であることが確認できます。マスタートラックに挿してヘッドルームを 18dB に設定してある VU メーターのプラグインも 0dB を指しています。これでミックスバランスを取る時の設定が完了した形になります。キックやベースを -7 から -5dB 付近で動くように固定してミックスを始めると楽曲全体がだいたいちょうど良い感じになります。このような感じになります。ミックスバランスを取る作業ができた後、マスタリング、音圧上げをするときに基準としている数値は、-9dB の音を出したときに VU メーターの針が 0dB を指す設定です。この時に本体正面のアテネーターのつまみが威力を発揮します。先ほどは 0dB に設定していましたが、今度は -9dB につまみを合わせれば設定完了です。DAW のトーンジェネレーターの出力を -9dB に設定してあります。サイン波を出します。ミックスバランスを取るときは -18dB で音を出したときに 0dB を指していましたが、今回は -9dB の音を出した状態で針が 0dB を指しています。プラグインの VU メーターもヘッドルームを9にしてありますので、同じように 0dB を指しています。この設定にした状態でリミッターをかけた楽曲を再生して VU メーターの針が 0dB の前後で触れるように設定ができれば、だいたい音圧も稼げていると私は判断しています。私がいつも基準にしている設定は以上になります。今まではプラグインの VU メーターを頼りにしながらミックス作業をしていましたが、これからは実機を使用して作業していくことができます。かなり前から導入したかったのですが、高価なのと設置場所を作れなかったので躊躇していました。ただ実機の方が目に優しいと思いますので、作業がしやすくなることを期待しています。次回はウェーブスが出している VU メーターをレビューしていきたいと思います。ウェーブスの VU メーターは針の動きがとてもリアルで見やすく、安価に入手できる素晴らしいプラグインです。まだ VU メーターを使用したことがない方がいましたら、次回の動画をぜひ参考にしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。